ブロケードの山崎です。今日はエアサス時のかっこいいホイールセッティングについて初級から上級まで幅広く解説します。はじめにこの動画でいうかっこいいの定義なのですが、カスタムカーには大きく分けて走り系、ドレスアップ、スタンス系の3つのジャンルに分かれると思います。この動画のジャンルはスタンス系で足回りをどこまで攻められるかをかっこいい定義にしています。ホイールのセッティングの種類はつら位置、つら打ち、アウトリップ、大まかに分けるとこの3種類のセッティングがあります。つら位置っていうのはフェンダーに対してホイールの位置が同じ位置、要はつらが一緒と呼ばれるつら位置っていう状態です。それとは別につら打ちって言われるセッティングもあって、フェンダーの面に対してホイールが中に入っている状態、中に入ることによってさらに車高を下げたりすることができるので、エアサスでもエアゼロで着地狙いをする時とかにはよくやるセッティングです。でもう一つはアウトリップと呼ばれるフェンダーのラインに対してホイールが外に出ている状態、これになるとさっきのつら打ちに比べると着地とかの狙いはやりにくいんですけど、タイヤ、ホイールとフェンダーの見え方っていうのはかなりインパクトが出ます。例えば車が36のスカイラインだとしたら、エアサスで結構ベッタベタに車庫端を狙いたい、要はバンパー着地状態まで狙いたいって時には18インチとか19インチぐらいのインチアップで収めてタイヤの外径をなるべく小さくして見せるっていう手法もあります。ディスクの面を大きく見せてホイールをアピールしたい時は20インチっていうセッティングもすることあります。20の方が大きく見せれるのでホイールを大きく見せてホイールのアピールはできるんですけど、18インチ19インチに比べると外径が大きくなるのでエアゼロの時の見せ方はちょっと車全体のインパクトなくなる可能性はありますね。つら位置のセッティングなんですけど、それには必ずこのフェンダーの爪、いわゆるフェンダーの耳ですね、こちらをこのようにカットすることによってタイヤとフェンダーを外に出せるので、この爪折り爪切りっていうのは必須になります。ホイールの断面これ表示してます。それの真ん中の線がこのセンターのライン0って書いてあるところ、これがホイールの断面の中心ですね。この点々点々って書いてあるのがホイールの面、外から見たらデザインがされているディスクの位置になります。この一番端っこから端っこまで、これがいわゆるホイールの幅になるんで、ホイールの表記でいうと J 数っていう表記になります。でそれに対して外径のインチ、ディスクの位置がインセットっていう数値になるんですけど、先ほど言ったホイールの中心、これが0、インセット、昔で言ったらオフセットと言われた部分ですけど、これが0を基準にディスクの取り付け位置、インガートアウトがどっちに触れてるか、これがインセットの数値になります。例えばインセットのプラス30、インセットというのは0に対して手前方向にずれることによってプラスの数値になります。この真ん中に対してディスクの面が車体側奥の方向にずれることによってマイナスの数値になります。マイナスのインセットの車あるんですけど、プラスのインセットがほとんどなので、例えばプラス30っていう数値は真ん中に対して手前にディスクが来て固定されている状態、インセット30っていうのはセンターに対して手前に30ミリずれたところにディスクの位置がある。まずホイールのデザイン、大まかに種類あると思うんですけど、まずこちらがディッシュタイプのデザインになります。次がその隣、これがメッシュのデザインになります。でその隣がスポークのデザインになります。でそのまた隣がフィンのデザインになります。フィンとスポークってよく似てる形状なんですけど、大まかに言うとスポークはこういうふうに荒く足が伸びてる感じのデザインで、フィンっていうのは細かい足が何本も中心から外に向かってデザインされてる感じですね。で次にディレクショナルと呼ばれる回転方向ですね、ひねりとよく言われるデザインなんですけど、それがこちらの下にあるタイプ、これはフィン形状なんですけど
回転方向に対して中心から外に向けてスポークが伸びてます。この下の4つがいわゆるディレクショナルタイプのデザイン。次にコンケーブって呼ばれる反りがあるタイプですね。ディスクっていうのは通常平面、高低差がなくて同じ位置で外に向かってデザインされてますけど、この下のこの2つですね、これよく見ると真ん中から外に向けてのデザインが高低差ついてます。中心から外に行くに向かってリムの外の方向に形状が伸びてます。こういったのがコンケーブのデザインになります。ホイールの見え方でよく言われるのは深リム。この一番下の端っこですね。この上のフィンのホイールに対してリムの深さかなり違いますよね。で下の方がリムが深いのですごい奥行き感が出てホイールのデザイン性にまた違いが見えてきます。これ見てもらったら分かるようにこれ深いサイズとリムなんですけど深さがこれだけありますよね。アウターリムの深さがこれぐらいあります。でそれに対してこちらのホイールは深さ浅いですよね。見てもらったら分かるようにアウターリムの深さが全然違います。これらは深いリムっていうのは、FR とか VIP セダン、あとスポーツカーなんかには入るサイズなんですけど、よくあるミニバンとかコンパクト系 FF 車なんかはインセットがプラス方向に振ってるのでこういう感じの浅いリムのサイズになります。 FF 車というのはフロントにミッションがありホイールの取り付け位置ハブが外側に出ているため車体の構造上どうしても深いリムが入らない構造になっています。リアは AFF 車でもフロントより深いリムのものは入れられます。深いサイズのホイールを入れたいと思うんですけどミニバン FF コンパクトに関しては浅いリムのデザインになります。このホイールを見せるのに深さの強調とコンケーブ度具合の強調がキャンバー角で全然見え方が変わります。例えばリムをこのように傾けるキャンバーをだからネガティブ方向に振るとコンケーブの度合いであったりリムの深さっていうのが強調されてアピール度が増すと思います。まずホイールっていうのはワンピースの鋳造ホイールっていうのがお求めやすくて市場には出回っているのが多いと思います。それと2ピースのホイールで3ピースのホイール、製造方法は鋳造と単造。単造っていう製法に対してはプレスで成形したものと切削単造材をマシニングで削っていくタイプのもの2種類があって、ブロケードは3ピースの単造で切削タイプを採用しています。1ピースと2ピースと3ピースの違い現物があるので説明していきたいと思います。で今僕がこれ手に持ってるのが1ピースのホイール。まずディスクとリムこれ全部一体になってますね。これは鋳造製品なんで型にドロドロに溶けた材料を流し込んで成形してて最後仕上げて一つのホイールにしてます。これが1ピースのホイールで2ピースって呼ばれるのがこのリムとディスクこれがバラバラになってる状態なんですけど、今ちょっと現物がないんですけど、これに対してここのディスクが裏から溶接されてたりとかボルトで固定されてたりしてるタイプが2ピースです。でこれが3ピースのホイール、ブロケードのホイールなんですけど、ディスクとアウターリムでインナーリムこの3つの部品の構成です。でそれを固定するこの外周のところにある細かいボルト、これがピアスボルトっていうんですけど、これでインナーリムアウターリムディスクを固定してます。で2ピースとかにもピアスボルト見えたりするんですけど、溶接のリムであったら例えばダミーのピアスボルトが入ってたりする場合があるので、このピアスボルト自体もデザインの一部と考えてて、デザインによってはピアスボルトの数を変えてるんですね。こういったこだわりもあるので3ピースはピアスボルトもデザインの一部でこだわってます。ホイールメーカーのカタログを見ると推奨サイズが記載されてます。これは純正の足回りに対しての推奨サイズなので純正と同じかちょっと太いサイズです。つまり初級入門クラスです。例えばトヨタの860にとると純正は16インチ 6.5J48、ホイールメーカーが記載している推奨のインチは純正の足回りで18インチ 7.5J プラス40くらいで記載されていると思います。
これは純正よりかインチアップしてちょっと深くてかっこいいですけど、この段階ではつらい位置もつら打ちもアウトリップも関係ない仕上がりになります。次に中級です。足回りを車庫長やエアサスで低くしてつらい位置やつら打ちアウトリップを狙う感じで、18インチなら 8.5J、9.0J ぐらいです。これにスペーサーやワイトレを使用してつらい位置やつら打ちアウトリップを狙います。続いて上級クラスになります。上級は限界まで攻めてるクラスなので、18インチなら 9.5J、10J です。これにアッパーマウント、調整式のアーム、さらにフェンダーの処理をしてカスタムします。このカスタムになるとセッティングを間違えると走ることもできないので、計測を行ってホイールを作成します。今回は初級クラスなので、この辺りのことは次回中上級クラスで詳しく説明しますので、ご興味のある方は中上級クラスをご覧ください。